皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。私はこの番組で優しい日本語を教えるアンです。こんにちは。日本語を楽しく勉強したいショウです。今日も元気にいきましょう。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんのための番組です。日本語が少しだけわかる人にも楽しく聞いてもらえるように優しい言葉で話しています。はい。難しい言葉は使いません。わかりやすく楽しく日本語を勉強しましょ翔さん、朝起きて最初に聞く音は何ですか？う。目覚ましの音です。ピピピピピって。私もですよ。でも、その後、何か音楽やラジオを聞きますか？最近はポッドキャストを聞いてます。ニュースとか日本語の会話とか、あとこの番組も聞いてますよ。嬉しいですね。そうなんです。日本語を毎日聞くことはとても大事です。今日はその話をしていきましょう。先生、聞くだけで日本語が上手になりますか？はい、なりますよ。聞くことはインプットです。日本語をたくさん聞くと耳が日本語に慣れてきます。耳が慣れるんですね。そうです。例えば、初めて日本に来たとき、日本語がわからなかった人も、毎日聞いているうちに、あ、この言葉、よく聞くなと思いますよね。確かに、僕もいらっしゃいませは毎日聞いてすぐ覚えました。いいですね。まずは、意味がわからなくても大丈夫。聞くことに慣れることが大切なんです。でも、何を聞けばいいかわかりません。おすすめは、レベルに合ったものを聞くことです。このポッドキャストのように、優しい日本語の番組や、子供向けのアニメ、絵本の読み聞かせもいいですね。なるほど。難しいニュースはまだちょっと大変です。はい。無理をしないことが大切です。まずは、聞けた、わかった、と思えるもので、毎日少しずつ続けましょう。先生、時間がなくてなかなか聞けません。そういう時は、隙間時間を使いましょう。例えば、電車の中、料理をしながら、寝る前など、1日5分でも大丈夫です。なるほど。朝ごはんを作りながら聞くのもいいですね。そうです。毎日、少しだけ聞くことが、日本語上達のコツです。先生、シャドーイングって聞いたことありますけど、何ですか？いい質問ですね。シャドーイングは、聞こえた日本語をすぐに真似して話す練習です。へえ、真似するんですね。はい。こんにちはと聞こえたら、すぐにこんにちはと言ってみます。発音の練習にもなりますし、話す力もアップします。それ、楽しそう。でも、ちょっと恥ずかしいかも。最初はこっそりでいいですよ。誰も見ていませんから。先生、聞くだけじゃなくて、字幕も見た方がいいですか？とてもいい質問です。
はい。字幕やスクリプトを見ながら聞くと、もっとよくわかります。そうか。聞いて、読んで、覚えるんですね。そうです。目と耳を一緒に使うと、記憶にも残りやすいんですよ。先生、聞き流しってよく聞きますけど、本当に効果あるんですか？聞き流しは、集中しないで音を聞くだけのことですね。これは、日本語の音に慣れるにはいい方法です。でも、意味を理解したいなら、少し集中した方がいいですね。なるほど。じゃあ、聞き流しは最初のステップなんですね。その通りです。まずは聞き流しで耳を鳴らして、それから集中して聞く時間を作ると、とても効果的です。毎日聞くのってやっぱり大変です。はい。でも、コツがありますよ。例えば、毎日同じ時間に聞くようにすると、習慣になります。例えば、朝ごはんの時とか、寝る前とか。そうです。日常の中にルールを作ると、続けやすいですよ。朝起きたら日本語を聞くと決めてしまうんです。うん、それならできそう。スケジュールの中に入れちゃえばいいんですね。そうそう。なんとなく聞こうだと続きません。でも、朝は日本語の時間と決めれば、毎日聞くのが当たり前になります。でも先生、聞いても意味がわからないと、やる気がなくなっちゃいます。わかります。その時は、わかるところだけ聞けばいいんですよ。え、全部じゃなくてもいいんですか？はい。例えば、10個の言葉が出てきて、3つしかわからなくても OK。その3つをしっかり覚えるのが大切です。ああ、それなら安心ですね。全部わかろうとしなくていいんだ。そうです。そして、同じ音声を何回も聞くと、少しずつ他の言葉も分かってきますよ。先生、毎日続けるには、やっぱり楽しくないとダメですね。はい。楽しいことは続きます。だから、自分の好きなテーマの日本語を聞くのが一番です。例えば、僕は食べ物が大好きです。いいですね。じゃあ、日本の料理の紹介をするポッドキャストや動画を聞くと、楽しく続けられます。おにぎり、うどん、寿司、大好きです。それなら、日本語もお腹も、どっちも満足ですね。そういえば、聞くだけじゃなくて、何かした方がいいですか？いい気づきですね。聞いた後に、声に出して言ってみるのがとても大切です。つまり、アウトプットですね。はい。例えば、こんにちは。元気ですかと聞いたら、自分でも声に出して言ってみましょう。会話の練習になります。恥ずかしくても、一人でこっそりやってみます。その気持ち、大事ですよ。毎日少しずつ話してみることで、話す力もアップします。でも、どれくらい聞けば上手になりますか？人によって違いますが、2から3ヶ月くらい毎日続けると、あれ聞こえるという日が来ますよ。え、
そんな日が来るんですか？はい。それは日本語の耳ができたサインですね。そこからもっと楽しくなりますよ。頑張れそうです。毎日聞くぞ。ここからは言葉のミニレッスンのコーナーです。今日のテーマで出てきた大事な日本語を2つ優しく説明します。今日もいっぱい出てきましたね。どれを覚えたらいいですか？はい。まずは聞き流すですね。意味は集中しないで音だけを聞くことです。例えば音楽を聴きながら勉強するのも聞き流しです。なるほど。BGM みたいに聞くってことですね。2つ目は習慣です。意味は毎日同じことをすることです。例えば朝は日本語を聞くと決めたらそれが習慣になります。歯磨きと同じくらい当たり前になるんですね。その通りです。言葉の意味しっかり覚えてくださいね。次はどっちが本当のコーナーです。翔さんが2つの文を言います。そのうち1つは間違いですよ。皆さんも一緒に考えてくださいね。よし、行きますよ。1、毎日日本語を聞き流します。2、毎日日本語を聞きながらます。さあ、どっちが正しいでしょうか？2かな。ブブー。違います。正しいのは1の聞き流しますです。やっぱり聞きながらますっておかしいですね。そうですね。ながらはあることをしながら他のこともするという意味です。でも聞きながらますは文法の形が違うので使えません。なるほど。リスナーの皆さん、わかりましたか？さて、リスナーあるあるのコーナーです。今日は韓国からのリスナー、ジヨンさんのエピソードです。ジヨンさん、ありがとジヨンさんは毎朝駅まで歩くときにポッドキャストを聞いているそうです。でも、ある日、おはようございます。とシャドーイングしながら歩いていたら、知らない人に挨拶してしまったそうです。う。それはちょっと恥ずかしいけど、何かいい話ですね。はい。でもジヨンさんは、ちょっと恥ずかしかったけど、会話の練習になったと書いてくれました。素敵ですね。日本語の勉強は間違えてもいいんだなって元気が出ます。そうですね。間違えることも大事な勉強です。ジヨンさん、ありがとうございます。続いては、リスナーからの質問コーナーです。今日は3つの質問が届いていますよ。1つ目の質問です。日本語を聞いているのに、いつまでも話せません。どうしたらいいですか？とてもいい質問ですね。聞くだけでなく、声に出して真似することが大切です。例えば、1日1フレーズでも、こんにちは、今日はいい天気ですね、など、自分で話してみましょう。僕も1日1フレーズやってみます。2つ目の質問は、日本語のポッドキャストは
どこで見つけられますか？ポッドキャストアプリで日本語と検索するといろいろ出てきます。この番組の他にも NHK の優しい言葉ニュースなどがありますよ。ぜひいろいろ聞いてみてくださいね。最後、3つ目の質問。シャドーイングは1日にどのくらいやればいいですか5分から10分で大丈夫です。大切なのは毎日続けることです。声に出すのが難しいときは口パクでも OK ですよ。それならバスの中でもできそうですね。では今日のテーマ「日本語を毎日聞こう」をまとめましょう。1、日本語を聞くと耳が慣れる。2、聞き流し、集中、シャドーイングのステップが大事。3、毎日少しずつがポイント。4、好きなテーマを選ぶと楽しくなる。5、聞いたら声に出してアウトプットしよう。はい。毎日ちょっとずつ頑張ります。リスナーの皆さんも今日から一緒に始めましょう。優しい日本語ポッドキャスト、今日はここまでです。リスナーの皆さんの感想やエピソード、質問をぜひ送ってくださいね。あなたの声が番組をもっと楽しくしますよ。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。毎日日本語聞いてくださいね。さようなら。